やっほー、皆さんこんにちは、くみです。今回の動画も見に来てくれてありがとうございます。今回は私のポッドキャストエピソード28撮っていきたいと思います。今日の日付は12月の22日です。12月22日の月曜日にこのポッドキャストを撮っています。みんな今週どうだった？はい。私はこの前ね、婚約しましたっていう動画を出したと思うんですけど、そちらの動画をたくさんの人が見てくれて、本当に温かい祝福のコメントをいただきました。皆さん、本当にありがとうございます。私が幸せそうで自分も嬉しいですっていうコメントだったりだとか、久美さんみたいに夢を叶えれるように努力頑張りますっていう前向きなコメントをくれる方とか、たくさん本当に嬉しいコメントをいただきました。はい。なんか本当に報告できてよかったなって改めて思いました。ありがとうございます。最近は、私の友達とかも、私が婚約したっていうことで、たくさんお祝いの会を開いてくれて、この前もね、私の大学時代の友人たちがサプライズで、ちょっとおしゃれなレストランに連れて行ってくれて、花束と、なんかデザート、婚約おめでとうみたいな感じのサプライズのプレゼントをしてくれたりだとか、そう、もう会う人に本当におめでとうっていう言葉をいただいてて、はい、もう今は本当に幸せの時期ですね。なんかまさか自分が本当にこういう婚約の期間を迎えるなんてって、今もちょっとふわふわした感じの気持ちなんですけど、はい。まあそんな感じで最近はすごく幸せな日々を送っています。これ友達からもらいました。大学時代の友人がくれたんです。これ Congratulations っていうのがついてる。はい。こんなスティックもついてる可愛い花束をいただきました。めっちゃ可愛いよね。これを見ながら毎日仕事を頑張ってます。もうね、今日12月の22日で、あと3日でクリスマスなんですね。はい。皆さんはクリスマスどんな風に過ごしますか？私、1年前にね、クリスマスについてのポッドキャストを出してて、あれから1年経ったんだと思って、それも衝撃なんですけど、そう、前回多分、クリスマスのやつ見せたと思うんだけど、これね、多分前回のその1年前の動画も見てくれた人がいたら覚えてくれてるかなと思うんですけど、じゃん。このクリスマスの飾りとかも、実は部屋に出していて、ちょっとクリスマスシーズンを私はこんな感じで楽しんでおります。もうすぐクリスマスですね。早い。もうこれ1年経ったんだ。今回の動画では、クリスマスも近いんですけど、やっぱり年末ということで、日本ではね、今年の漢字っていうのを1文字で決めてるんです、毎年。そう。で、そのちょっと伝統についていろいろお話ししたり、あとは今年の漢字、実際にどんな漢字が選ばれたのかっていうことについてお話ししたり、あとは自分自身の今年の漢字を一文字決めれたらなと思っていて、はい、ちょっと私も考えてきたので、漢字一文字を通してこの一年を表すっていうようなテーマでポッドキャストを話していきたいと思います。はい。まずですね、日本では毎年今年の一文字みたいなのを決めているんですけど、そのまず決め方としては、11月の上旬から12月の上旬くらい、1ヶ月間くらい、投票の期間が設けられていて、全国の人が今年1年を表す漢字1文字を考えて、投票して、ある団体に送るんです。で、それで一番投票数が多かった漢字一文字が選ばれて、で、毎年今年の漢字はこれですっていう風に決められています。で、その発表されるのが12月の12日、毎年、その日に発表されるんですけど、その発表の仕方としては、京都のね、清水寺っていうお寺があるんだけど、みんなわかるかな？すごい有名なお寺なので、行ったことある人も多いと思うんですけど、京都の清水寺で、お寺の人、住職さんっていうのかな、京都の清水寺のお寺の方が、大きい紙に、大きい筆で、今年の漢字一文字を書くんです。で、その漢字一文字をもう書かれた瞬間、すごいそれは日本の中では大ニュースになるので、すごい速報が入ったりね、テレビとか見てても、今年の漢字はこれに決まりましたみたいな速報が入ってる気がする。そう。
で、ニュースとかでもなんか速報みたいな感じで流れるぐらいね、日本の人たちは、その今年の1文字っていうのを、なんかみんなが、気にしてるわけじゃないけど、なんていうの？日本の人は今年の漢字は何なんだろうって楽しみにしてる人もね、多いんじゃないかなって思います。だからそんな感じで、日本全国の国民が、投票したい人がね、今年の漢字はこれだと思いますっていうのを書いて、ある団体に送っていて、その団体っていうのは、みんな漢検とか聞いたことあるかな？どうだろう？日本の漢字検定っていうのがあって、漢字検定っていうのは、JLPT みたいに、ちょっと違うけど、日本のその漢字についての能力の試験のことですね。これは外国人というよりかは結構日本人が受ける試験かなと思います。で、漢字検定っていうのがあるんですけど、その漢字検定を運営している団体があって、もうちょっと団体名がすごい長いので、書いときますね。はい。で、この団体に、今年の漢字はこれだと思いますっていうのを、個人個人が送っているっていう感じね。そう。で、私は送ったことないんですけど、漢字1文字みたいなの。なんか機会があったらやってみても面白いかもね。すごい面白い生徒だなって思って。で、しかも自分が投票した漢字がさ、他の人もその漢字だと思ってて、一番票が集まって、今年の漢字はこれに決まりましたみたいなのなったら、結構嬉しいと思わない？だから私もいつかなんかやってみたいなってちょっと思いました。ちょっと機会がないかもしれないけど。で、そういう風に日本ではね、今年の漢字っていうのを決めるんですけど、皆さん知ってますか？日本で今年の漢字として選ばれた漢字を知っていますか？はい。これ知ってる人いたら結構すごいなって思うんですけど、ちょっと書きますね。じゃーん。読めますでしょうか？じゃじゃーん。今年の漢字は、この漢字が選ばれました。皆さんテストです。読めますか？はい。この漢字は、熊です。熊という漢字です。で、なんでこの熊という漢字が今年選ばれたかというと、日本ではね、すごく今年熊の出没数とか目撃数っていうのがすっごい例年に比べて急激に急増したんですね。このニュースを知ってる人はいるんでしょうか？外国の方で。はい、日本では本当に重大な問題になっていて、そう、今年は本当にクマが出没数が増えて、本当に実際にクマの出没に出くわしてしまって、亡くなってしまったっていう方も何人かいるぐらい、本当に日本では重大な深刻な問題になっています。やっぱり熊が出没するっていうのは、こういう都会な部分じゃなくて、山間部、山の奥とか、山の近くに出没しやすいんですけど、日本の上の方、北の方で、熊の被害のニュースとかをちょっとよく見るかなと思います。本当に怖いですよね。私は今までの人生の中で熊を見たことっていうのはないんですけど、実際にさ、なんか例えば一人でいる時に、熊が出てきたってなったらもう、なんかほんと怖いと思う。すごく。熊って大きいって言うじゃん。体長2メートルとかね、あるって言うし、本当に自分よりも大きい動物じゃん。で、そんな熊が現れたら本当にどうしたらいいかわかんなくなると思うし、怖いよね。うん。で、その被害っていうのが本当に深刻化していて、熊が急増したっていうのの理由としては、やっぱり言われているのは、地球温暖化とかの影響で、環境問題のせいで、熊の食料が山からなくなってきちゃって、例えば木の実とかを食べていたのに、その温暖化のせいでその木の実がないんだよね。だから、熊が山を降りてきて、人間が住んでいるエリアに出没してしまう。で、人間に出くわしてしまって、人が殺されてしまうとか、そういうような被害が起きてて。だから環境の問題っていうのもあるし、あとはやっぱり山間部に住んでる人ってだんだんやっぱりね、人口が減ってきてるよね。みんなが都会にこう住むようになっていて、山間部って人が減ってきてる分もあって、そういうエリアにクマがこう降りてきてるっていうのも見たことがあります。
だからいろいろ本当に日本の環境の問題、まあ日本だけじゃないけど、世界中のその地球温暖化っていう環境問題とか、まあ日本の社会的な問題、特に山間部の人口が減少していっているっていう問題っていうのも含めて、人間界って言ったらいいのかな、その人間が住む場所への熊の出没っていうのが増えているっていうことです。だからなんかすごい考えさせられる問題ですよね。環境問題、生態系の問題とか、なんか社会問題とかいろいろな問題要素があって、熊の被害が拡大してるっていう感じです。そう。めっちゃ怖いですよね。で、まあ、今年はその熊の被害が多かったっていうことで、この熊っていう漢字が選ばれたんです。まあでも、一生忘れないだろうね。この漢字を見ると、この年って熊が出た年だったなってすぐわかるよね。だから本当にこの2025年の日本っていうのを表すのにぴったりの漢字かもしれませんね。ちょっと悲しいけど。で、まあ今回は、ここ5年ぐらいのね、漢字とかもちょっとみんなに紹介できたらいいなって思うんですけど、貼っときますね。いろいろ漢字を。こんな感じがここ5年の漢字たちです。ちょっとこの漢字と漢字のね、ごめんなさい。何回も言っちゃってちょっと紛らわしいですけど、こんな感じです。例えば、オリンピックがあった年とかって、金っていう漢字が選ばれやすいんですよね。まあなんでかっていうと理由は結構明らかかなと思うんですけど、やっぱり日本のオリンピック代表の選手たちが金メダルをたくさん取ってくれたからっていう理由で、金っていう漢字がよく選ばれやすい傾向にあるのかなと思います。あとは、税金の税っていう漢字が選ばれた年もありましたね。これは、その税金が、日本のね、その税金、消費税がアップした年とかに、この税金の税っていう漢字が選ばれたりだとか、そしてまあコロナが流行った2020年とか、この時期に密っていう漢字が選ばれました。これは、そのね、コロナの時期に日本でよく日本の政府の人が日本国民に伝えてた言葉が3密を避けてくださいっていう風に言ってたんですね。で、3密っていうのが密閉、密接、密集だったかな。この3つの密を避けるようにずっと言われてたんです。コロナの感染の拡大を防ぐために。で、この3密3密っていう言葉がすごくニュースとかでも話題になっていて、よく聞いた言葉だったので、密っていう漢字が選ばれました。2020年。そう。まあこんな感じで、毎年、その一つ一つ漢字一文字で表すことで、日本の国民は、今年はこういう年だったな、とか、この年は、2021年、この年はこんな年だったなって、漢字一文字を通して、その年を思い出すことができる。何があったかっていうのをね、思い出すことができるんですよ。面白い制度ですよね。この制度は本当になんか日本国民にとっては毎年のちょっと楽しみというか、そう、12月12日にね、やっぱり発表された瞬間本当にニュースになるからね、みんながツイッターとか、まあ X とかで、こう、今年の漢字はこれだって、みたいな感じでたくさんブワーって、盛り上がってるんじゃないかなって思います。はい。まあ、今回は私の今年の漢字っていうのもちょっと話していきたいんですけど、私ね、書きますね。私の今年の漢字は、なかなか綺麗に書けたかも。はい。私の今年の漢字はこの漢字にしたいと思います。皆さんこの漢字読めますか？読める人がいたら嬉しいです。この漢字にした理由は2つあります。はい。まず1つ目としては、充実っていう言葉、熟語知っていますか？充実っていう言葉の、実。この字なんですけど、はい。この充実っていうのは、本当に今年1年を振り返った時に、私はお仕事も、あとプライベートも、本当に充実してたんですよ。充実するっていうのは、だからつまり、なんだろうね。すごく
いろんなことが起こって本当に楽しくって、毎日毎日がやることもいっぱいあって、なんだろう、幸せでいっぱい溢れててっていうのを充実するって言えばいいのかな。なんか幸せで満ち溢れているというか、はい、なんか忙しいけどその忙しささえも本当に楽しんでいる、そんな感じのことを充実するっていう風に言います。私は、この仕事を始めて1年と9ヶ月くらいかな経っているんですけど、やっぱり去年の1年間はまだ始めたばかりで、手取り足取りっていう感じ。本当にどうしたらいいんだろうって自分で試行錯誤している年だったんですけど、今年はすごく慣れてきて、自分の生活リズムと、自分のやりたいことと、自分の目標とっていうのを考えながら、毎日を楽しく過ごすことができて、オンライン講師のお仕事もだし、YouTube に関しても、なんか今年1年本当にいろんな動画を作ってきたし、いろんな動画、いろんなジャンルに挑戦できたかなと思うし、今年の1年どうだったかなって考えた時に、この充実っていう言葉が思い浮かびましたね。お仕事も本当に充実してたし、プライベートに関してもね、旅行もたくさん行ったし、旅行もだって私、アメリカに2回と、日本でもちょっと伊豆とかに行ったり、旅行したし、あとは、中国にも行きましたし、あと3日後には韓国に行くんですね。本当にたくさん旅行ができて、充実した日々だったなって思います。旅行がない間はお仕事一生懸命頑張って、毎日忙しくて、やることもたくさんあって、でもジムも行って、料理教室も行ってって、本当にいろんなことに挑戦できた年だったので、充実っていう言葉はぴったりなんじゃないかなって思います。で、2つ目の意味としては、2つ目の意味はね、これなんですけど、みんなこの漢字が読めるでしょうか？この熟語読めるでしょうか？はい、これは実現っていう風に読みます。実現。実現するっていうのは、夢とか自分の目標とかが叶うこと、実際に起こることを実現するっていう風に言います。今年1年、この自分が思い描いていた生活のスタイルだったり、やりたいことだったり、そういうのが実現できたっていう意味で、この実現ですね。あとは、私がすごい理想だった相手の人に出会って婚約して、それも自分の夢が実現したっていう感じですし、いろんな意味でなんか自分の目標だったことがだんだんと実現してきたんじゃないかなって思いました。そう。なので、この実現の実としても、このね、漢字使うんですね。はい。そしてね、ちなみに私、久美っていう名前なんですけど、久美の実も実はこの字なんです。はい。よくちょっと美しいっていう漢字と間違えられることが多いんですけど、この字なんです。はい。皆さん覚えてくれると嬉しいです。今年の1年を振り返った時に、私の1年は本当に充実してたし、いろんな目標とか夢とか実現することができたんじゃないかなって思って、この字にしました。イエーイはい。皆さんの今年の1文字はどんな文字になるでしょう？なんかね、私もいろいろ考えたんですけど、変化の変かなとかね。変化の変。そう思ったんだけどさ、いろいろ私今年1年で本当に生活がガラッと変わって、いろいろ変化があったので、変化の変っていう漢字もね、ちょっと考えたんですけど、やっぱり充実の実、実現の実、あと、組の実ということでいろんな意味でこの字がいいかなと思ってこの字にしたいと思います。皆さんは今年1年どんな年だったでしょうか？みんなもなんかね、ぜひ漢字を勉強してる方とかもたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うので、今年1年を振り返った時に自分の漢字は何になるかなってちょっとね、自分の知っている漢字の中で決めてみるのも楽しいんじゃないかなって思います。ぜひぜひコメントで私の漢字はこれですっていうのを今回はコメント残してくれると嬉しいです。はい。来年はちょっと来年の目標の漢字とかもお話できたらよかったなって思うんですけど、来年の漢字とか来年の目標についてはちょっと新年の動画でいろいろお話できたらいいんじゃないかなって思います。私さ、去年1年前に書き初めしましたよね。YouTube 見てくれた人
いるでしょうか。はい。私はちょっとお正月に家族と一緒に書き初め大会をしたんですけど、その時に私銀盾って書いたんですけど、ね、YouTube で登録者10万人を目指して頑張るっていう目標のために、銀盾っていう漢字を書いたんですけど、まあ残念ながらその夢は達成することができなさそうなんですけど、まあでもそれは私の生涯の目標としてこれからはね、チャンネル登録者10万人っていうのは目指しながら、YouTube もゆっくりゆっくり続けていきたいと思ってます。また来年の目標のね、書き初めがしたかったですけど、今年はちょっとできなさそうなので、はい、またね、YouTube で新年の目標についてお話ししたいと思います。今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。最後まで聞いてくださった皆さん、今回もありがとうございました。今回の動画はどうでしたか？皆さんの今年の漢字をぜひ YouTube のコメント欄で教えてくれると嬉しいです。そして皆さん、ハッピーホリデーですね。もうすぐクリスマスとお正月もね、やってきますし、人によってはね、まあクリスマスもお正月もそんなに大きくお祝いしませんっていう人もいると思うんですけど、なんか楽しい時期ですよね。街がね、すごいイルミネーションとかもあって、本当にワクワクする。私はこの時期寒いけど好きです。皆さんもいいホリデーを過ごしてもらえたらなって思ってます。本当にこの1年間私の YouTube をたくさん見てくれた皆さんありがとうございました。来年も皆さんに楽しい日本語の動画をお届けできるようにね、私本当に頑張っていきたいと思ってます。来年もよろしくお願いします。はい、ということで今回もこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントを残してくれると嬉しいです。はい。皆さん今年も本当にありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。じゃあ、良いお年をお過ごしください。バイバーイ。